はい、皆さんこんにちは。お久しぶりです。ちょっとね、バス釣りがね、全然いけてません。すいません。鮎がね、釣れてよかったです。美味しかったですね。また見てくださいね、鮎釣り。初めてです。はい。ということで、釣り行けてないんでね、おすすめ動画とか、ハウトゥーとか、そんなんをしていきたいと思います。また、よろしくお願いします。はい。それではね、今日は、また一軍ルアーをね、紹介したいと思います。はい、僕ね、ハードルは皆さん何が好きですか？スピナーベイト、トップ、ビッグベイト、ミノー、シャット、クランク、いっぱいありますよね。僕ね、何が好きかって言われたらね、クランクベイトなんですよ。クランク。うん。もう、そうやね、ハードルアーで迷ったら、まずクランクベイト持っていきますね。皆さんどうですか？スピナーベイト派ですか？ビッグベイトですか？うん。皆さんね、それぞれ好きなのあると思うんですが、私はね、クランクは絶対持っていきます。はい。その中で、5種類1号あるんですが、また前にも紹介してますのでね。うん。で、最近のクランクはちょっと僕知らないです。2000何年だろう。2003年ぐらいからはちょっとね、まだ使ってないし、使ったことあるけど、まだ一軍までには至ってない。分かってないんでね。はい。それ以下のクランクの中で一軍クランク一応あるので、で、海外のやつは、僕もね、ちっちゃい頃から使ってきて、海外のやつもあるし、クランクいっぱいいろんな種類使ってきたけども、皆さんがね、手に入りやすいし、で、国産メーカー、もう、超有名メーカー、それとね、えだから買いやすいってことですよ。どこでも手に入る。その方がいいと思いますよね。その中で一軍ルアーありますので、全然、はい、それを紹介したいと思います。はい、それはですね、これ。これですわ。ちょっと見にくかったらごめんなさい。これでどのクランクか分かる人はもう、すごいんやけどね。はい。はい、これね、OSP さんですね。ブリッツです。ブリッツシリーズと言いますね。これもいろんな種類あるんですよ。ちっちゃいタイニーやったかな、ちっちゃいやつから上をねウェイキングしてくれるクランクから、中層からディープから、システムクランクで、そのバスに合わせたクランクめっちゃ種類あるんですよ。シャローでもめっちゃあるし、ディープ、中層、ウェイキングめっちゃあるんですよ。また調べてみてください、ね、種類はね。その中で私が一番よく使って釣ったルアーが、えブリッツのマックス DR ですね。要するにディープレンジ、はい、これでねすごくいい思いしたので、はい、紹介したいなと思いましてね。一軍です。一軍クランクです。はい。ちなみに私は使い分けしているのは、特によく使うのはリザーバーですね。はい。で一つ目はこれに出会ったきっかけ、これはね、はい、これに出会ったきっかけは、もうだいぶなりますよ。もう15年ぐらい前かな。ちょっと正確じゃなくてすいません。福袋ってあるじゃないですか、正月にね。安いやつだったら3000とか5000とか、上やったらもうね、1万、2万、5万、3万とかね。その金額によっていろんないいルアーが、ハードルアーだけでなくて、リールとか竿とかもね、知ってはるでしょ。福袋って今中身見えてたりするんですけど、昔中身見えへんかったやつもあったんですね。ただもう3000、5000、3000、5000、1万とか3万とかね。でも大概3万とかになってたら、リールも竿も入ってましたね。だけど、僕が買うたんはね、5000円の福袋買うたんですよ、一回。なんで買うたか言ったらね、うちの甥っ子が一回買ってみたらっていいの入ってるよって教えられたんですよ。僕あんまりそういう福袋好きじゃなかったんですよ。自分が狙ってるルアーを買うのが僕の主流で、でも一回ちょっと試したろうということでね、十何年前に買うたんですよ、5000円の中に。その中にこれが入っとったんですよ。で、これはもう、その時、普通に袋に入っとって、新品中古やったんですよね。だから、どこのメーカーもわからへんかったんですよ。
ほんでこれ分からへんかってパッと見たら OSP って書いてあったしね、お、並木さんとこやんと思って、ブリッツ、あ、これいいねと思ってね、はい、それがきっかけです。出会ったきっかけですね。福袋で出会いました。今じゃもう一軍です。これも50個ぐらいあります。まあシャローからミドルレンジ、まあ、ウェイキングからディープからね、その中でよく使ったよく釣れたのがこの、マックスで DR かな、 X っていうかな、 DR でね、マックス DR、これでねすごくいいものにしました。琵琶湖とかも、で特にリザーバーが強い。僕はね使い分けてます。はい、そんな感じで、はい、でこれでね衝撃ね、これのなんでこれが気に入ったかっていうので、言いますね。冬あるでしょ。冬ね、ワームではねやっぱりちっちゃなのが釣れへん時あるんですよね。どうしても。ほんでコーヒー銃使うとワームやったらねちっちゃなのが釣れへんから、どうしてもちょっとサイズ大きいのついたりということで、コーヒー重ワーム使っとったんやけど、コーヒー重ワームやったらでかいの釣れるんだけど、どうしても時間かかると、コーヒー重はね。ですんで、ちょっとハードルアーでね、効率よく釣れる方法ないかなと思って、まあシャットでもあんやけど、シャットでもね、あんまりでかいの来ないんでね、たまには来んやけどね。あとメタルバイブ、メタルジグとかね、冬定番でしょ。あれでも来んやけど、全然ね、効率がええのが、やっぱりクランクなんですよね。クランク好きなんですよ。冬結構強いんですよね。そして、これを使ったんですよね。雪降ってる中、琵琶湖ですわ。ほんで、どこで使ったか言ったら、雪が降ってる中のサンドバーでね、バスがそこにベターってこれがバスとしてくださいよ。ベターっとくっついてる状態があるんですよ。冬ってね、ベターっとくっついてるバスがいるんですよ。それ反応させるのって、まあコーヒー銃でもできるけど、メタルバイブとかバイブレーションとか、まあ、そうだな。そっち系がね、反応いいんですが、なかなか釣れんだけどね、時間かかるんですよ。でね、圧倒的に覚えたんがクランクなんですよね。で、このクランクの巻き方、何が一番釣れたかっていうのがテクニックね。これいっぱいあります、クランクね。緩急巻きから、早巻きから、ライザーから、スローに巻いてくる。もちろんノーマルリトリーブ。いろんな、まあ、クランクの使い方。もちろん、あれですよ。全部対応できますよ。できるんだけど、その冬でどうして効率よく早く釣れる方法ないかなって覚えたのが、ニーリングっていうテクニックなんですよね。それをね、ちょっと紙で説明させていただきます。ここからちょっと画面変えますね。はい。はい、ニーリングですね。もしくはね、リーリングとも言います。また調べてみてください。プロの方とかね。簡単に Google で調べればね、バスのテクニックありますので、まあ、ボートでは基本というか、ボートでやるのがね、基本なんで、単純に書きますね。で、クランクって、これ水面。で、底としてください。そこね。クランクね、普通はこうなんですよ。ね。単純に書きますよ。単純でね。はい。例えばね、3メートルしか潜らへんクランクが、これがね、3メートルとしましょう。例ですよ。3メートルとして。で、冬ね、サンドバーっていうのは盛り上がってるんですよ。砂地になって。斜面になってるんですね。こういう風に。で、ここにバスがベターっておる状態。こういう感じですよね。こいつを反応させるのはもう、ここしかないんですよね。ここしか。だコーヒー銃では釣れんだけども遅いと。で、バイブレーションも釣れんだけども遅いんですよね。やっぱりもう、ここを長く引っ張ってくる方が、ここにいるレンジのね、バスに反応させられるということで、僕が覚えたのがニーリングなんですよね。
3メートルよりもうちょっと潜って、もう下手したらそこを叩いて、リアクションで壊せるスピードで。それがまあニーリングなんですけど、要するにね、竿をね、まあニーリングっていうのでね、調べてみてください。まあボートでやるのと一緒ですわ。まあ膝をついてですね、竿を水面につけるんですよね。まあこんだけちょっと、釣り合わないですけどね。それはちょっとご了承くださいね。竿を水面にできるだけつけて、できるだけここのレンジをね、いっぱい引っ張れるように、巻くんですよ。そしたら、必然的にもうクランクがね、こういう感じでいっぱい巻いてくれるんですよね。だから全然ストライクゾーンが広がる。こんだけ広がるんですよね。で、それでリアクションで壊せるんですよね。これで最も釣れたので、ブリッツでね。冬で。で、もうリザーバーでも試して、めっちゃ釣れたんで、ほんでもうこれ一軍だなと思ってね。もちろん他のね、使い方でももちろん釣れますよ。釣れたんだけど、僕はこのブリッツに関しては、ニーリングでね、すごく力を発揮してくれたんで、まあ紹介させていただきました。はい、そんな感じですね。まあ、他のクランクでもできんことないけどね。はい。はい、そんな感じで、ブリッツを、このね、ブリッツの MAXDR ってやつね。これで、琵琶湖とかね、リザーバーとかのサンドバーの冬ですわ。で、明らかにそこにいるっていう状態。これバス浮いてないなっていう時に、リアクションでね、クランクで釣りたい、でかいの釣りたいっていう時はね、ぜひね、ブリッツ使ってみてください。はい。これでね、ものの1時間ぐらいで40アップがね、5、6本釣れましたよ。雪降ってる中ね。で、その、コーヒー銃とか、メタルバイブ、メタルジグとか、でも釣れへんことないんだけど、もう明らかにこいつの方が、スピードが速いんでね、ピャー巻いて、もう、トーンくるんでね。で、当たりもね、グッと重たなるさ、グンってね。で、竿が、水につけてるから、まっすぐにしてね、引っ張ってきて、合わせて、ほんで、グッと横にするんですよね。だから2回フッキングしなあかんんですよ。クッて、重たくなりますわ。ゴーンってね。ゴーンってきたらもう、まず引っ張ってフッキングして、横か上に合わす。そんな感じですね。2回フッキングできるんで、塩梅50アップとか来ると、結構硬いんですよね、バスってね、唇とか。硬いから、まあね、大概釣れるんだけど、抜き上げるときにバラすときあるんですよね、暴れてね。で、そういうときは2回フッキングしたらね、間違いないので、そのフッキングの仕方がね、1回パンって、来たと思ったら、こうじゃなくてね、抜くんですよ、まっすぐに。まっすぐに抜いて、パンパンみたいな感じ。抜いて横にする、もしくは上にする感じで、2回フッキングするとね、グッと入りますんで、針先がね。そういうフッキングしますね。まあそういうフッキングになりますよ。ニーリングすればね。ですんで、ぜひですね、ブリッツね、知らない方はね、これでニーリングやってみてください。ほんまに痺れますよ。僕はこれでもう、リザーバーはもう OSP さん。まあ、ベアコでも釣れますけどね。いいですね。はい。はい。ちなみにですね、僕はですね、日本のクランクは、やっぱり、素晴らしいと思ってます。巻き心地もいいと思ってます。はい。でね、個人的には、海外とか使ってる方とか、詳しいかもしれませんけども、知らない方はね、しんどいクランクあるでしょ。巻くのがしんどいクランクってあるんですよ。えらいしんどいなってやつね。そういうのは破壊力があると思ってます、個人的にはね。で、巻き心地、これはいいんですよ、別に。いい方なんですよ。ですが、効率よく釣るには、やっぱり巻き心地がの方が使いやすいかなとは思いますね。だから日本のクランク素晴らしいんで、僕はいつも思ってるんですけど、海外のね、結構、しんどいクランクとかあるんですよ。だけど、釣れたら破壊力あるみたいな感じ。で、日本のは比較的、どこのクランクもそうやけど、巻きやすいんですよね。だけど、効率的には良い。
うん。だからそれをどう使い分けるかですよね。うん。ですね。はい。あとまあ、そのクランクによって、なんていうの、なんていうのかな。角度がありますのでね。うん。もっとすぐにね、潜ってくれるクランクもあるしね。こうやって。すぐに潜ってくれるクランクもあるし、浅いクランクもあるしね。その辺はね、このリップの場所でちゃうらしいんですよ。またその辺もね、メーカーさんとかプロの方が、ね、説明してはるんでね。そういうのを勉強しはったらね、もっと、ここのね、狙いたいゾーンをね、狙えると思いますのでね。で、まあ、使い分けとして、リザーバーは OSP、うん、とかね。まあね、なんていうのかな、強、中、弱ぐらいを自分的にね、あ、このクランクはちょっとすごく、ウォブリングするわとかね。うん、そんなんをね、自分でね、組み立てた方がいいかなと思いますね。うん。まあそんな、もう、上手い人はみんな知ってはるんでね。うん、知らない方はね。でもこのね、OSP さんは本当にね、種類がめっちゃあるね。だから、まあ、初めはる人だったらね、OSP さんのクランク買うた方が全部揃うんちゃうかな。バスの状態に全部合わせられると思いますわ。ああだこうだね、いろんなポン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 買うより、一旦ね、クランクはね、OSP からするとか、うん。で、そのシステムクランクやね、シャローからディープから、で、ちっちゃいのから大きいのから、うん、いろんなあるんで、バスの状況に合わせられるんで、それを買うた方が、後々はね、いいかなと思いますね。うん。だから同じレンジのやつを違うの買うんじゃなくて、もう一旦全部システムクランクで買ってしまって、それの方が絶対ね、後々は勉強になると思いますわ。はい、僕も海外のクランクから始めましたけど、遠回りしましたけどね。うん。やっぱり OSP さんでやってから、全然効率変わってきたんで、はい。まあ、海外の悪いって言ってんちゃいますよ。海外も破壊力ありますよ。全然あるよ。また紹介しますけどね。はい。そんな感じで、OSP さんいいですよ。カラーはね、好きな言ってください。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。